皆さんこんにちは。ニューユニバースのゆうすけです。ひろこです。いつもお越しいただきありがとうございます。今日もですね、前回に引き続きサナトクマラさんとともにお届けしていきたいと思います。はい、前回ねセミトランスの対談ということで、サナトクマラとのね初めてのああいった動画を撮ったんですけれども、ね、その時にやっぱりいろいろと私たちがまたさらに質問したいことも出てきたし、でサナトクマラの方からも前回の動画ではちょっと語りきれなかった話があったそうなので、もうちょっとね補足して、追加としてね話したいことみたいなのもあったみたいなので、そちらをね、前回のね動画ちょっと見ていただいた方が、流れ的には分かりやすいと思うんですけれども、そのね2段目第2弾として、こちらの動画を撮影していきます。はい、ではですね、サナトクマラの方から前回の、波動を高めるっていうお話をね、前回していただいたんですけども、その波動の高め方とかね、そういうのをいろいろ伝えていただいたんですけども、波動を高める話にちょっと近いんですが、こういった話をちょっとしたいっていうものがちょっと私伝えられてますので、サナトクマラにちょっとつながって、ちょっと交代して話をさせていただきたいと思います。それではですね、サナトクマラにつながりますね。前回の動画に引き続きこちらの動画も見ていただいて大変ありがとうございます。前回伝え忘れていた内容がございます。で、それは何かというと、波動を高めるという話に関わりますけれども、このような宇宙につながったり、ハイヤーセルフにつながったり、天の存在たちにつながる、その方法というものを少し教えたいと思います。天につながったり、宇宙につながるという状態にするには、多くの人は思考を挟んでいて、普段日常の中であれこれと思いを巡らせ、いろんなことをあれこれ考えています。そのあれこれ考えるということを一旦停止していただき、自分に集中してリラックスする。何も考えずにぼーっとする時間。そういった時間が宇宙につながりやすくなる時間です。それは宇宙だけでなく、我々アセンテッドマスターであったり、天使であったり、ハイヤーセルフ、守護霊など、見えない世界の高次の存在たちにつながるときには、皆さんがリラックスしていないとつながれません。なかなかそういった時間を持てない方も現代人では多いですが、やはり自然の中に足を伸ばして、自然と一体となって羽を休める時間であったり、家の中にいたとしても、何かお茶を飲んだり、コーヒーを飲んだり、ティータイムをするなど、そういってぼーっとしながら気持ちのいい状態になっておく。そして自分にとって快適な状態、心地のいい空間で、心地のいい音を聞いたり、音楽を聴いたり、そしてリラックスして何も考えずにぼーっとするような時間をなるべく作っていただくと、その時間に宇宙やハイヤーセルフや我々とつながることができる。そういったことをお伝え しそびれましたので、これをあえて今お伝えさせていただきます。これからチャネリングができるようになったり、さまざまなビジョンが見えたり、我々とつながっていく、そういったハイヤーセルフになっていったりする者たちが非常に増えてきます。特にツインレートの統合が起きてくると、やはりみんな第六感が開いてきたり、さまざまなインスピレーションを受け取ったり、直感が冴えたり、物事を見通す力というものもさらに開いてくることがあります。そのような方々もやはりリラックスする時間を多くとっています。そしてストレスフルな職場や環境からはどんどんと変換して環境を変えて、より自分たちにとって心地のいい時間を過ごしている者たちが非常に統合した後のツインレイたちは多いので、そういった生き方、環境、暮らし方をすることをお勧めします。まだツインレイと統合していない方々でも、自分で今生きている
生活の中でなるべくリラックスする時間をとったり、ぼーっと一人でお茶を飲んでくつろぐような時間、そういった時間を多くとってください。瞑想などもいいでしょう。寝ることも非常におすすめです。はい、大丈夫ですかね。はい、私もね、すごくこのチャネリングとかを下ろす時とか、日常生活の中でほとんどリラックスしている時間が多いんですね。やっぱり環境も仕事にね、職場に通ってるとかでもないし、会社勤めしているわけでもないし、家にね2人でいることがほとんどですので、家の中で仕事をさせていただいたりしてますけれども、やっぱりね、自分で音楽をね奏でていたりとか、自分の好きなね、料理とか好きなので料理をしていたり、お菓子を作ったり、庭でガーデニングをしていたりとか、そういった自分の中でやっぱりこうストレスのない自分の好きなことをしている時間、そしてその時間っていうのはある意味瞑想状態というか、集中して目の前のその料理だったりガーデニングだったり音楽だったりに集中して、なんかこうぼーっとしてるというか、そこに集中している状態なんですね。なのでやっぱりこういろんな人に関わったりとか、外に出歩いていろんなねこうガチャガチャしたような場所にいたりすると、やっぱりこう宇宙につながったりチャネリングできるようなモードになりませんので、私たちはねやっぱ2人で一緒にいることで波動調整もできるし、特にそのゆうすけくんが近くにいてくれる方がやっぱり自分の波動もいろいろと安定するっていうこともあるので、このようなねチャネリングが下ろせるようになっているのも、やっぱり2人がその会社とかに行っていない、そうだね、自宅で仕事をしてるからっていうのはすごくあるんですよね。僕はなんか門番だって言われたことあるね。そのエネルギー的にもそうだし、物質的にも、女性を守っていくというと、そういう意図で言われたと思うんですけれども、ある意味ちょっとガードマン的な、役割もやってくれてるのでね。僕もかなり食らったりするので、2人でねグロッキーになってる時とかもね、ありますけれどもね。そうですね、私が直接何かエネルギー的なものを影響を受ける前にゆうすけくんが大体拾って具合悪くなったり、ね、してるのでね、どちらかというと本当にゲートキーパーみたいな、なんかこの役目になっているっていうのもあって、だからこそ私はちょっと守られて安定している状態で好きなことをやってこの波動をそんなに乱さずにいられているっていうのがあります。そうじゃないとこういったチャネリングはつながれないし下ろせない状態ですので、この環境にも感謝して、皆さんもなるべくリラックスする時間をね多く持てば持つほど、やっぱりそういったチャネリングができるようになったりとか、宇宙につながる時間が増えてきたりしてね、やっぱり波動は上がっていくっていうこと、それをサナトクマラもね今日伝えていただきました。多分音楽もとても役立ってると思うよね。そうですね。例えばね、お互いに勝手に練習してるだけでもそれがね、ヒーリングになって、そうですね。自分のエネルギーを整えて、自分で整えたり整えてもらったりっていうね、そうですね。その相互作用が多分働いてますよね。家の中でやっぱりね音楽が鳴っている時間っていうのも結構あるしね、うちの場合はそれがある意味何か波動を調整しているものになっている可能性もありますね。はい。で、私ね前回そのサナトクマラの対談の時にちょっとね聞いてみたいことが出てきたんですね。はい。でそれは既婚のね方々のお話なんですけども、この私たちのチャンネル見てくださってるのは9割方今のところ女性たちが圧倒的に多いのでね。ちょっとずつそうですね、男性たちも少しずつ増えているみたいなんですけども、女性がね結構見てくださってるので、その中でもやっぱり悩まれている方の多くは結構既婚者の女性が悩んでる可能性あるかなと思って、私もねもともと出会った時に既婚者でしたので、私はゆくゆく離婚っていう道を選んだりとかして、今一緒に暮らせている状況になってるんですけども、サナトクマラさん的なね見解として、その既婚の女性たちはやっぱり離婚した方がいいのか、
っていうことをね、ちょっとそのマスター的にどうなんだろうっていう、人間目線で言うと、その人がどうしたいかっていうのがまず第一だと思うけれども、マスター目線、そう、私のね体験談だったり私の感覚で話すこともできるんですけども、やっぱりせっかくそのサナトクマラさん来てくださってますから、サナトクマラさん的にはどういったね見解を持っているのか、既婚女性たちのツインレイに関して、それをちょっとねチャネリングしたいと思います。よろしくお願いします。現在ツインレイに出会っている世代たち、その中でやはり多いのはすでに結婚していたり、今までパートナーがいたり、そういった状態で出会うツインレイの女性たちはとても多いです。やはり多くの今出会っている世代というものが30代以上の世代であることが多いので、そういった課題が結構頻繁に問われていると思いますけれども、やはりツインレイに出会うという魂たちは今世でツインレイとの統合を目標として生まれ降りています。そしてその前になぜ他のソウルメイトたちと結婚したり別のパートナーと子供を設けたりするのかというと、それは今までの皆さん、結婚している皆さんの過去世に起源があります。過去世の中でもあの人と結婚したかったけれどもできなかったという、そういった思い残しというものをいくつも持っている人たちが多いです。それは様々な過去世がありますので、その過去世の中の様々な思い残しを生まれてくる前に守護霊たちと相談して、そしてその思い残しを一つ一つ塗りつぶして達成していく、そういったプロセスを踏むように計画して生まれてきている魂が非常に多いので、ツインレイと出会う前に今までの過去世で果たされなかった思い残した満たされなかった思い、そういったもの、本当は結婚したかったけれども結ばれなかった恋愛の相手であったり、もう少し一緒にいたかったけれども死別で別れてしまった夫や恋人、そういったものへの思い残しというものが残っていると、ツインレイに出会う前にそういった思い残しがある相手の魂と出会うように設定して、そこで本来過去世に結婚したかったという思いがあったのであれば、結婚するように今世でもそれを体験できるようにブループリント、魂のブループリントの中に設定して生まれてきています。なのでそういった相手に巡り合うと自然と結婚に進んでいく、そういったことがあります。そして実際結婚して子供が欲しかった方々は子供を残したりすることで、過去世で子供ができなくて悩んでいたその思い残しや、結婚したかったけどもできなかった思い残しというものが実際結婚したり子供が生まれたりすることで解消されていく。そしてある程度解消されて自分の魂の計画が一つ達成されて、その思い残しがクリアになった場合、そうすると次のステージに上がっていくわけです。すると次の過去世の思い残しの相手に出会ったり、ツインレイに出会ったりするわけです。ツインレイに出会う多くの方々も過去世でツインレイにも出会っている可能性は非常に高いです。過去世でも出会っているにもかかわらず、お互い気づけなかったり、身分や立場の違いで結ばれなかったり、なかなか勇気がなくてそこに踏み込めなかったり、そういったことで結局ツインレイと統合できずに亡くなっていく、そういうことを経験した者たちはまた次の来世ではツインレイと統合するぞと決めてまた生まれてくるわけです。で、ツインレイに出会うということは、ツインレイと統合すればその先に別のパートナーと結婚ということはなかなかありえませんので、やはりツインレイが最終的なパートナーになっていく。であればその前に過去世で思い残した相手たちと結婚したり、子供を残したり、やり残してきたことをやっておかなければ、ツインレイと統合した後にそれを果たせないということで、ある程度
ツインレイに出会う前に他の配偶者や恋人たちと結婚したり子供を残したりするということがあります。そしてそれを終え、ある程度の子供を残したり結婚をするという、その結婚生活を送るというところ、それが魂の計画上で果たされたという段階になってくると、ツインレイに出会わされたり、次のステージに進むために離婚の学びというものが起きてきたり、また今までのパートナーや配偶者が浮気や不倫などをして自分の元から離れていく、そういった現象が起きてくることがあります。なので今までのパートナーや恋人たちとずっと生涯共にするという方もいますけれども、途中でその今まで決めてきていた計画というものがもう達成されたという者たちは離婚をして次の新たな出会いの方に向けて準備をする者たちもいますし、離婚する前にツインレイに出会って、そして自然と離婚するという道に進んでいく者もいます。またツインレイと出会っても何年も不倫関係を続けてなかなか離婚せずにツインレイとの関係も進めていこうとする、そういった者たちもいます。それはそれぞれの自由ですけれども、本来もう離れてもいいべき相手たちといつまでも関係を切らずにいると、お互いにとってそれは次のステージに進む足かせとなります。なので今までのパートナーにもツインレイが現れる可能性もある。そのツインレイが現れた時にツインレイとの統合の道を結婚しているという理由で遅らせてしまうという原因にもなります。なのでツインレイに出会い、そして今までのパートナーとのやりたかったこと、過ごしたかった時間というものがある程度もう過ごせたな、もう達成したな、自分の決めてきた役割というものはある程度もう終えたなと思う方々は、魂の感覚でそれがわかるはずです。なのでその感覚が湧いてくるのであれば、次のステージに進む準備をぜひされてください。女性であれば経済的な自立というものも必要になってきます。経済力がないがために離婚できない人たちも非常に日本では多いです。それが老後のことを考えたり、今までの仕事やお金のことを考えて踏みとどまる、離婚したいけどもできないという人たちも非常に多いので、それであればやはり自分の力を使って自分のやりたいことや自分の才能を使ってお金を得ていく方法、手段というものをどんどんと編み出していったり挑戦していったり、さまざまな手段で今お金を稼ぐことができる、そういった時代になっておりますので、いろんなことに挑戦して収入を得る力をつけていく、それも離婚に進んでいく女性たちにとっては必要なことでしょう。そして精神的にも今までの配偶者やパートナーに頼っていたものがあるのであれば、徐々にそこから自立していく、そういった精神力を養っていくことも大切になります。今までのステージから変わるとき、いろんなものを手放さなければならないことが非常に多くなってきます。それは断捨離で物を手放すもそうですし、人間関係の整理というものも出てくるし、今までの環境から変わっていくということもある。引っ越しをする人もいるし、転職をする人もいるし、いろんな仕事や住環境や人間関係、自分の物質的なもの、そういったものもどんどんと新しいステージに行くときには手放さなければ進めないものもあります。今までのものとずっと関わり続けていれば波動が引っ張られてなかなか次のステージに進むことができないというケースが多いので、ぜひ今までの人生から変わっていく、そういった覚悟を持ってください。特にツインレイとこの先統合したり共に生きていきたいという願いがあるのであれば、今までのぬくぬくととても心地の良かった環境から、やはりそこから一歩飛び出て荒波の中であったとしても
自分で開拓していく、その勇気というものが必要になってくるでしょう。さまざまなものを欲張ってはいけません。こちらも得たい、こちらも得たい。両方得たいと思えば、両方からの信頼を失います。それは既婚者の方であれば、ツインレイとの関係も、今までのご主人との関係も、両方を両取りしたいという、そういった思いでいれば、その相手たちから不満が湧いてくるということもあります。女性というのは、しっかりと自分が女神として立っていくこと、その生き方をしたときに、自然と必要なものが集まり、そして男性からも愛され、自分の本来のハイヤーセルフの生き方ができるようになるものです。質問への回答は以上でよろしいでしょうか。はい。覚えてる？ちょっとフロートランスもちょっと一部入ってた感じで、あんまりこの前みたいに覚えてない部分もあるんですけれども、伝わりましたでしょうかね。はい。なんとなくこれからツインレイに出会う人っていうのはどんどん増えていくと思うんですよね。この、人口の割合で言ってもどんどん増えていくと思うんですけども、一方でそのなんかポリアモリー的な考えの人も増えてるじゃないですか。ポリアモリーっていうのは複数愛といって、一人の人が何人も相手を持つみたいなね、そういった価値観というか生き方ですね。そのなんか2つの流れっていうのは、今後なんかどうなっていくのかなっていうのがちょっと僕の中で疑問に思いましたね。複数愛に関して。ツインレイも増えていってポリアモリも増えていくのか、やっぱりツインレイに出会っていくと、みんな1対1の関係に欲していくのかとか。はい、聞いてみますか。聞いてみましょう。ポリアモリーというのは複数愛なんですけどね、複数の人と同時に付き合うとか、結婚するというね、そういったちょっと一夫多妻制とかね、一妻多夫制みたいな関係とツインレイのその一対と言われている関係はどうなるのかということですかね。そうだね。はい、じゃあ聞いてみましょうね。はい。動物学的に言うと、人間というのはなるべく子孫を多く残すということ、それにそういった本能が残っておりますので、特に男性は多くの女性とそういった行為をして子孫をたくさん残したい、自分の子孫である遺伝子をたくさん同じ人間に残していきたいと。同じ人間というのは人間同士の種類ということですね。に残していきたいという本能を持ち合わせております。そして女性も女性でより優秀な遺伝子を自分が生み残したいという本能がありますので、動物的に言えば本来そういったルールやいろんな法律上の離婚はいけないとか不倫はいけないとか、そういった制限は動物の世界にはないわけです。なのでポリアモリー的な生き方というのは非常に、本来の動物的な本能の生き方と言えます。動物の世界では誰と結婚しようか、結婚というものは動物界にはありませんけれども、誰とパートナーシップを結ぼうが、誰と子孫を残そうが、それというものは人間界のように決まりがないわけです。なので動物は自由に猫や犬などを見ていただければ分かりますが、自由に自分のパートナーを見つけて、しかもそれはパートナーとして一人と一匹と決めているわけではなく、その場その場で自分の本能に従ってそういった生殖行為を行い、子供を残していくということをしております。人間たちもさまざまな法律やそういった制限を外していった時に動物的本能が働いて
特に男性はさまざまな女性とそういった行為をしたいという欲のままに生きれば、そういった生き方というものも出てくるでしょう。そして女性も女性で、今までの配偶者だけでは物足りないと、そこに何かしらの精神的不満や肉体的な不満を感じた時には、もっと優秀な遺伝子を求めて、やはり浮気や不倫というような状態に進みたいという者たちもいます。それが、日本の世界で言えばそれが、不倫や浮気と言われますけれども、そういった一切法律のない世界で言えば、まさにポリアモリー、自由に自分の子孫を残したい相手と性行為をしたり、子孫を残さないにしてもその時の欲情でそういった関係を持ったり、精神的な安定を求めて自分の気に入った人物といたいという、そしてそれも一人では役割が足りないということを感じた場合には、その役割を補ってくれる人にそれをまた求め、そして何人かと関わることによってさまざまな自分の求めているものが得られる、そういった生き方をしたいというものは本当に動物的な本能で生きると、そういったことは起きます。そして今の世界の中でもそういった生き方をしている人はもういます。それは表面に現れていないだけで、水面下ではたくさんそういった生き方をすでに実際に行っている人たちもいるわけです。そこにいい悪いはないわけです。人間も動物の一種とも言えますし、それぞれに本能が備わっているということは、そこを咎めるということは神はしません。しかしツインレイに出会った場合は、非常に大切なことはツインレイとのエネルギー交流です。ツインレイ同士で魂のパートナーだからこそ起きるエネルギーの交流というものがあります。そこに他の人物が入ってくれば、そこの純度は濁ったり、また純度が変わってしまいます。ですので、また第三者を含めてそういった行為を行ったり、ツインレイのパートナー同士がどちらかが別の人物とそういった性的なエネルギー交流をすれば、その影響というものはお互いの魂に影響しますので、その第三者のエネルギーというものも加わってきて、そしてそこにはツインレイ同士だけで循環していたエネルギーに第三者のエネルギーが混ざることによって、そのエネルギーというものは本来の魂のツインレイだけにある陰陽の本質的なエネルギー、そこにまた別の人物の男性であれば男性のその陽のエネルギーが入ってくるし、女性であれば女性の陰のエネルギーというものが加わってきたりして、さまざまな、バランスが乱れるということがあります。なので、そこに対してさまざまな欲を持ったり、他の人物とそういったお付き合いをしたり、性的な行為をしたり、そういった欲が出てきてもおかしくはありませんけれども、そういった行為をすることによってツインレイ同士だけでしか行えないこのエネルギー、愛の純度を高めていくそのプロセスというものは、やはりまた少し変わったものになってしまうということはお伝えします。魂のパートナー、ツインレイというのは宇宙に本当に一対しかない相手ですので、その相手というものは自分自身なわけです。自分自身であるツインレイのパートナーとそれ以外の方々のエネルギーというのは違うということをお伝えします。その本質的な魂の根幹となっている部分にあるエネルギーというものが、やはりツインレイとツインレイじゃない相手とでは違うということです。なのでツインレイの相手としか開けないものがあるということです。それはツインレイに出会って本当に愛の純度をお互いに高め合い、統合をどんどん進めていけばそれが開かれていきますけれども、まだお互いにツインレイなのかどうか確信が持てなかったり、いろんな不信を抱いていたり、また他の人物とそういった性的な行為をしていたり、そういったことが混じってくると、やはり2人の統合に
おいていろんな影響があるということをお伝えします。以上です。わかりやすいですね。はい。覚えてる？まあね、ポリアモリーはね、動物的ということはおっしゃってましたね。まあ確かに猫の世界とか、普通に自然界の世界ではそんなね、その婚姻制度とかもないわけですしね。そうですよね。誰が誰の子供だとかっていうことは分かんないわけですね。なので人間界でもどんどんそのいろんなルールがこう外れてったり、あんまりルールに従わない人が出てくると、そういったポリアモリーだって全然そういう生き方をする人も増えてくるという。今まではルールに縛られて、そのルールの中でしっかり決まりは守らなきゃいけないっていう人が多かったから、そういった本能的な生き方をしてなかった人もいっぱいいたでしょうけれども、そのルールをもう自分はあんまり気にしないんだっていうようなことになってくると、もう自由に恋愛したっていいじゃないかとか、せっかく生まれてきたんだから自分の体験したいことはね、体験したいっていう方々もいると思うので、そこはまあ神様たちはそういった善悪というか咎めることはないということですよね。はい。今日もあっという間に30分。ああ、もう30分になっちゃったんですね。はい、ちょっとね、まあ、2つぐらいのテーマになっちゃったんですけど、またね、こういった感じでマスターとの対談をね、まだ、聞きたいこともまたちょっと出てそうですきてるので、ね。はい。はい。じゃあ、またね、はい、また対談動画いつか撮っていけたらと思いますので、今日はこれでね、以上にしようかなと思います。サナとクマラさん、ありがとうございました。はい、それではまた、はい、次回の動画を楽しみにしていてください。はい、いつもありがとうございます。皆様の幸せをお祈りしております。